不動産屋さんの階段です。時々夢の中で霊界につながることってあるようです。これは仮名ですが、関西にお住まいの劉さんからいただいたお話です。まずこの劉さん、若い頃はよく奇妙な体験をしたそうです。例えば大阪のマンションに住んでいた頃に付き合っていた彼女さんが泊まりに来た日のことです。深夜になると劉さんは珍しく目が覚めたそうです。それと同時に目の前の空間から突然ギャーという女性のすごい悲鳴が聞こえました。それは隣や上下の部屋から聞こえてきたのではなく、間違いなく劉さんの部屋の空間から聞こえてきたそうです。そして悲鳴はしばらく続き収まりました。もちろん一緒に寝ている彼女さんは全く気がつかず、劉さんは「ああ、いつもの心霊現象か」と思ったそうです。また別の日にも同じマンションで早朝釣りに出かけるためエレベーターで1階に降りようと思いました。エレベーターの扉が開いて劉さんが一人乗り込もうとした時、突然「もにゃ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 、やんな」と耳元でささやかれたそうです。それは性別も語尾のやんな以外何と言っているのかもわからなかったということでした。ぎょっとして周りを見渡すともちろん誰もいなかったので、ああまた幽霊かと思ったということです。劉さんにつきまとうのは人間の霊だけではありません。ペト霊園に行った時、霊園の安置所に入った途端、肩が痛く具合悪くなり、どっか行け、俺は関係ないと念じて動物霊を追っ払ったりもしたそうです。動物霊は結構強いものがあるようで、二度とその安置所には入れなくなりました。そんな感じでいつもおかしな現象に出くわしても気にせず上手に対処している劉さんでした。さてこれはその劉さんがまだ20代後半ぐらいの時で、実家の自分の部屋でのことでした。ある日寝ている時、奇妙な夢を見たそうです。その夢というのが不思議にも夢の中で自分は寝ていて目が覚めるのだそうです。そしてふと足元に違和感があり、そこには誰かがいました。劉さんは夢の中でハッとしました。それは真っ黒な人だったのです。性別も年齢も何も分からず、胸元より上だけがかろうじて見えていました。劉さんはもっとよく見ようと体を起こそうとしましたが、動くことができません。するとその黒い人はじりじりと近づいてきたそうです。夢の中で劉さんはこの真っ黒な人を避けなくてはと思い、なんとか体を動かそうとしました。それでも身動きできず、どんどん迫ってきたそうで、うわーっとパニックになったと同時に夢から目が覚めたそうです。劉さんはなんて怖い夢だったんだと現実に起きたことでなかったことに安堵しました。ところが次の日も全く同じ夢を見たそうです。夢の中で目が覚めて足元に真っ黒な人がいる。どんどん迫ってきて恐怖で夢から本当に目が覚めるという具合でした。そしてその同じ悪夢を毎晩見るようになりました。でも劉さんは日頃心霊体験はよくするので、それと比べたらたかが夢だし、起きている昼間に何か不吉なことがあるわけでもなかったので、大して気にしなかったそうです。生地心霊体験を知っているために劉さんはそんな程度に軽く捉えてしまったんですが、それは危険なことだったのかもしれません。そんなある日、その悪夢を見続け出して1週間ぐらい経った時でした。当時付き合っていた霊感のある彼女さんが劉さん宅に泊まりに来ました。おかげで久々にその夜は劉さんはぐっすり悪夢にもうなされずに寝れたそうです。さて朝になり、彼女さんが開口一番「ここおるやろ」というのでした。劉さんは「え？」となって何のことという顔をしていると、彼女さんはこんなことを話してくれました。夜中彼女さんは
おかしな違和感で目が覚めたそうです。すると目の前に小さな女の子がポツンと立っていました。そして彼女さんに向かって「私のお兄ちゃんを取らないで」と言ったそうです。霊感のある彼女さんですから、こういう状況にも動じず冷静に答えたということです。このお兄ちゃんは私の彼氏なの。私の大切な人なの。あなたのものじゃないから諦めなさいとビシッと突き返したそうです。するとその女の子はみるみる悲しそうな顔になり、その場ですーっと消えていきました。そう話し終わると、彼女さんは劉さんに「もう大丈夫じゃない?」とポロッと言いました。劉さんは何が大丈夫なんだと思いましたが、確かにその後劉さんは二度と真っ黒な人が現れる悪夢を見ることはなくなりました。劉さん曰く、実家でのことですから家についている霊ではなく、おそらく自分についていたのだろうと言っていました。実際に霊に取りつかれると本人は自覚がないのかもしれません。ただの夢だと思っていたのが、実は劉さんの幽体が体験していた心霊現象だったようです。子供の霊は取りつかれると厄介だと聞いたことがあります。ずっと放置していたらまずいことに展開したかもしれないので、彼女さんには感謝ですね。幸運にも劉さんはそういった若い頃には心霊現象が結構あったのですが、この10年は何もおかしな体験はしていないということでした。第2話、裏口の遊び声。不動産屋さんの怪談です。これは今から数十年前の男性体験者さんがまだ25歳ぐらいの時のお話です。その方を仮に黒田さんとしておきます。ある春先の土曜日の午後に、黒田さんとお母さんの2人は親戚の家に泊まりがけで訪ねました。それは黒田さんのお母さんの姉、つまりおばさんの家でした。さて、おばさんの家は北九州市の新興住宅街の中にある一軒家でした。ですからきれいに区画された家々の前を4メーター道路が走っていて、この新興住宅に住む人たちの生活道路となっていました。おばさんの家に着くと早速おばさん、いとこの姉やいとこのお嫁さんなどが歓迎してくれました。夜になりいとこの兄たちも合流し、みんなでビールを飲みながら夕食をし、食後もずっと会話が弾んだそうです。そうこうしているうちに夜も更けていき、11時頃になるとさすがに黒田さんも眠くなりました。そこで黒田さんだけ先に休むことにしました。黒田さん親子が寝る部屋は仏間の隣の部屋で、廊下を隔てて斜め前あたりにトイレがあり、その隣に裏口の扉がありました。さて、疲れていた黒田さんは寝支度をして布団に入るとすぐ深い眠りに入ったそうです。いつも朝まで爆睡の黒田さんですが、その夜は夕食時にビールを飲み過ぎたようで、トイレで目が覚めました。どれくらい時間が経っていたのか、気がつくと母親も隣の布団で寝ていました。黒田さんはそっと起きて廊下に出ると、すでに家の中は真っ暗で、どうやらおばさんたちもみんな寝ているようでした。ただ裏口の街灯の明かりが奥からうっすらと廊下を照らしていたので、それを頼りに 1.5 メーターくらい離れたところのトイレに行きました。トイレは1畳半ぐらいの広さで和式の便器でした。そしてその水洗タンクの上あたりに30センチ四方のすりガラスの真四角な小窓がありました。その小窓からも裏口の街灯の明かりが少し差し込んでいました。黒田さんが用を足していると、ちょうど視線の先がその小窓だったそうです。すると窓の外から女の子たちがゴム跳びをしている声が聞こえてきました。どうやら裏口の前の道路で近所の女の子たち 3,4 人がゴム跳びで遊んでいるようでした。それは輪ゴムをつなげて張った段を飛んでいくあの懐かしい遊びでした。
黒田さんは、ああ、子供たちが楽しそうに遊んでるなぁと何気なく思いました。そして用を済ましトイレを出て部屋に戻りました。母親はぐっすり寝ていたので、黒田さんはまたそっと布団に入ったのですが、その時ふと枕元の腕時計を見たそうです。すると時計は深夜2時を回っていました。その瞬間、黒田さんは眠気がいっぺんで吹っ飛んだそうです。こんな真夜中に子供たちが遊んでいるわけがないと気がついたのです。それも外の道路で女の子がゴム跳びなどをしているわけがないのです。黒田さんは急に恐ろしくなり、鳥肌が立ちました。すぐに布団に潜り込み、余計なことは考えないようにしました。ただ隣には母親が寝ていたおかげで、その後なんとか寝れたそうです。さて翌朝です。黒田さんは朝になると昨夜の恐怖はほとんどなく、トイレの横にある廊下に面した洗面台の鏡の前で髪を溶かしていました。正面の鏡の中の自分を見ながら溶かしていると、黒田さんの背後を誰かがタタタタタと走り抜けていきました。はっとすると、また同じように誰かがタタタタタと後ろの廊下を走り回っている気配がしました。すぐ鏡越しに注意深く自分の背後を見ても、そこには誰も映っていません。黒田さんの目には見えないのですが、その気配はどうやら小さな子供で、なぜか男の子で5歳ぐらいの子だと頭の中に浮かんだそうです。朝だったせいもあり、黒田さんは昨夜のことほどは怖くはありませんでした。でもおばさんの身辺で亡くなった子供もいないので、昨夜の女の子たちのことといい、この新興住宅街の土地には子供の霊にまつわる何か因縁めいたことでもあるのだろうかと思いました。さて午後に黒田さんとお母さんはおばさんの家を立ち、その帰りの車中のことでした。黒田さんはお母さんに昨夜の話と今朝の男の子の気配の話をしたそうです。するとお母さんは驚くこともなく、なるほどという顔をしていました。そして黒田さんが全く知らないおばさんの一面を教えてもらいました。おばさんはある信仰に大変熱心な人で、その信仰では水子全般の供養をしているのだそうです。それはこの世に生まれることなく亡くなったすべての水子を供養し続けるということでした。確かに昨夜寝ていた部屋の隣には大きな仏壇がありました。ああ、だから子供たちの霊がおばさんの家に集まってきているのだなと思いました。その後もおばさんの家に行くことはたびたびありましたが、泊まることはなかったので、不思議な現象もありませんでした。今はすでにそのおばさんも他界しているそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。